通勤通学中の皆様おはようございます。ブクタの世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、アバター伝説の少年アンからの話題になります。今年10月にリリースを予定しております新作アニメーションアバター伝説の少年アンなんですが、公開をね数ヶ月後に控えまして、なんとですねその本編が X でリークされてしまうという事件が発生しました。で、当初はですねこのリークされたアニメーションというのはファンメイドなんじゃないか、偽物なんじゃないか、こんなことも言われていたんですが、どうやらこれが本物だったようで、これがですね、ハリウッド市場で見ても最悪クラスの情報漏洩になるんじゃないかと、このように言われています。本日は一体何が起きているのか詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。ということで皆さん最近ね、たくさんの方チャンネル登録いただきまして本当ありがとうございます。まだの方もね、ぜひよろしくお願いします。ということで、現在ですね、このハリウッド、大変な漏洩事件というのが起きておりまして、皆さんこちらご存知ですか？これね、アバター伝説の少年アンというね、アニメシリーズなんですが、現在ですね、この新作映画の公開というのが控えている状態です。が、この新作映画がですよ、なんと X 上に一部公開されてしまったというんですね。さらには、どうやらですね、この人物というのは前編を持っていると言われておりまして、現在ですね、パラマウントを脅迫しています。で、この映像のリークに関しましては、以前ね、こちらの動画で見えました、エヴァンゲリオンの一件ありましたね。これがですね、非常に奇妙なね、リーク事件でして、エヴァンゲリオンのイベント限定での短編というのが盗撮されてしまいまして、それが海外でネットに流出したんですね。そしてそれを差し止めるために、この株式会社カラーがね、その盗撮した動画を拡散した人物に、その短編の綺麗な前編映像を丸々送ってしまったというとんでもない話でしたが、今回のねこのアバター伝説の少年アンの件も、じゃあそもそもどこから漏洩したのということになっているようなんですね。アバターのリークは止まらず、ウォルマークのないフル映画版がオンライン上に出回るということで、早速ですがこちらですね、ウォルマークとあります。こちらが本日のキーワードになります。Watermark。製造過程で紙の中に入れられる印で、光にかざした時にだけ見えるものということで、こちらの Watermark というのは透かしという意味になります。で、これはですね、紙幣だけではなくて、もうまさにね、こちらにもあるんですが、デジタルの文章や画像、あと音楽とかね、こういったものに入れられると、こういうものなんですね。だからよくネットで販売されている画像にね、薄く、そのサイトの名前が入っていたりするでしょ。つまり、勝手にダウンロードしてもね、そのロゴがね、見えてしまうというあれですよ。この透かしのことを英語では、ウォーターマークというんですね。じゃあなんでこれが水の印なのか、ということなんですが、これそもそもね、こちらにあります紙幣の話になるんですが、これね、イタリアが発祥と言われておりまして、そもそも紙の製法というのはね、中国からイタリアや日本に伝わったんですが、紙って水の中ですいて作るでしょ。わかります？皆さん和紙を作ってるとこって見たことありませんか？あれです。木の枠みたいなのを水の中に入れて、前後に揺らしてね、紙っていうのを作っていくわけですよ。で、この制作過程の中で、イタリアではね、この紙幣に印をつけていたと。これがね、お札にある透かしの発祥だと言われているようなんですね。つまり、水の中で入れる印。だから、ウォーターマークというと。で、ちょっとね、これ話それてしまいますが、先ほどね、画像の話しましたが、音楽も、ネット上で販売されていたりするでしょ。そのサイトと契約することで、使い放題とか、そういう系ですね。あれもね、ちゃんとこのウォーターマークというのが入っておりまして、皆さんあれ気をつけてくださいね。音楽の中のウォーターマークというのはですね、うっすらとですね、その音楽の中で、そのサイトの名前をね、連呼してます。これね、実は知らない人多くって、もうしめしめと、ダウンロードできちゃうじゃんなんて言ってね、使う人結構いるんですよ。なんだけどあれね、聞く人が聞くと分かってますからね。ウォーターマークなんでね、それ入ったまま使えばいいよという方もいるかもしれませんが、あれすごくかっこ悪いんでね、ちゃんとね、お金を払って使うか、本当のフリー素材、こっちにした方がいいんじゃないかなと思います。ちょっとね、話それてしまいましたが、こちら見出しに戻りますと、アバターのリークは止まらず、透かしのないフル映画版がオンライン上に出回る。ということで、今回ですね、こちらにね、見えております、アバターですね、伝説の少年アン。この10月に公開を予定しております新作映画が、X 上に流出しました。で、どのような経緯でこれ漏れていったのかというのを見ていきますが、ちょっとその前にね、このアバター伝説の少年アンというのは、これまでもね、もう本当に色々あったんですよ。これがね、どういった立ち位置にある作品なのか、ちょっと確認していきましょうね。まずね、そもそもね、このアバターというのは何なのかと言いますと、ニコロデオンってありますよね。以前こちらの動画で見ましたが、ニコロデオン出身の役者さんが、現在ね、ホームレスになっていて、悲惨な姿で見つかったということで大変話題になりましたが、ぜひね、こちらご覧になってください。ニコロデオン。これはね、キッズ向けの
ケーブルテレビチャンネルです。だからディズニーチャンネルみたいな感じですね。ここで長年にわたり放送されてきた人気アニメ。これがこのアバターというシリーズです。で、アニメを見たことないという方も、大惨事となりました。実写映画はご存知なんじゃないですかね。こちらですよ。はい。2010年ですね。これね、ザ・ラスト・エアベンダーと。こういったタイトルの映画なんですが、これね、シックスセンスのエムナイト・シャマランが監督しまして、これで大失敗して徐々にハリウッドから干されていくんですかね。で、ちょっとね、このタイトルから見ていきますが、これね、もともと、アバター・ザ・ラスト・エアベンダーというタイトルなんですね。この放題がアバター伝説の少年アンです。なんですが、ジェームス・キャメロンのアバターあるでしょ。あれがあったため、アバター使えなかったんですね。これによりその後ろのね、ザ・ラスト・エアベンダーで公開されました。もうすでにタイトルの時点でケチがついてるんですね。でね、実際公開してみますと、こちらですよ。はい。もうやばいでしょ。こちらね、オールクリティクス 5%、トップがさらに落ちて 4%、そしてね、オールオーディエンスが 30% ということで、批評家もオーディエンスもまとめて大酷評という形になりました。で、興行収入の方はですね、これ制作費が1億5000万ドルと言われていて、で、回収がね、約3億ドルだったので、それでも2倍稼いでるんですね。こちらになりますが、はい。約3億2000万ドル稼いでるということで、これでもやっぱりね、赤字ということになるでしょうね。評価も興行収入も散々だったということになりました。ただこうやって見ますとね、改めて、白雪姫すごいですね。2億ドルですから。あれだけのね、大惨事と言われた、ラストエアベンダーですら3億ドル稼いでいたというね、これがね、2010年における実写版の惨劇でした。ただですね、この後、ネットフリックスでね、これ実写化されるんですよ。するとね、ここで人気が再燃するんですね。で、2021年にね、ニコロディアンアニメーションスタジオの参加企業として、アバタースタジオが立ち上げられまして、ここで制作された第1作目が、今回流出した作品となってしまいました。これすごい話でしょ。で、この作品のね、吸ったもんだというのは2025年に始まっておりまして、これ以前ね、うちのチャンネルでも少し触れたと思いますが、アバター、伝説の少年アンの幹部が新作映画でオリジナルキャストが変更された理由を説明。ということでですね、今回のね、この新作映画では、オリジナルのキャストからね、新キャストへ変更されました。で、元々のね、アニメシリーズというのが非常に人気があったため、思い入れ強い人も多かったんですね。ここでね、めちゃくちゃ反発されたんですね。で、これによりですね、このキャスティングディレクターが、なんでこれを変更しなければいけなかったのかというのを説明したんですが、これがなんとですね、この架空のキャラクターと、それを演じる声優の人種、民族的背景を一致させるためだと、答えてしまったんですよ。この思想というのはですね、以前からね、ハリウッドに少しずつ蔓延しておりまして、このチャンネルでもね、たびたび扱ってきました。特にね、ブリーチ騒動ではね、これが顕著に出ておりましたが、海外ではね、このアニメキャラクターの人種と声優の人種が同じじゃなければならないという、傍から見てるとどうかしてる美徳アピールというのが、ここで改めて顕在化したというわけですね。これによりこれね、大炎上しました。普通に考えてね、じゃあ架空のキャラクター誰が演じるのって話になるじゃないですか。誰が聞いたってこれおかしいよねって話になると思うんですが、で、この2026年というのはね、数年前とは違って、こういった流れというのは下火になりつつあるでしょう。そうすると現在ね、この当時にね、そうだそうだと言っていた声優陣ですよ。つまり人種を合わせろと言っていた声優陣、演じられる役がなくなってしまったんですね。自分たちの首を絞めてしまったんですよ。そこで手のひらを返して現在ですね、白人のキャラクターを、これね、いつもこの件で燃えている韓国系の声優がいるんですが、この人物が演じて、現在もね、たびたび炎上しています。とこういった流れの中にあった作品だったんですね。そしてこの騒動というのは、これだけでは終わりませんでした。この年、2025年の末ですね、このニコロデオンというのはパラマウントの傘下になるわけですが、このパラマウントがね、今回のこの新作のアバターは、劇場公開を見送って、パラマウントプラスでね、直接配信に回しますと発表しました。ね、コロナ禍ではよく聞く話でしたが、もともと劇場公開用に作られていたんですが、パラマウントはね、これを劇場公開せずにパラマウントプラスに回すという決定をしたんですね。これにより、これがまた炎上するんですよ。今月初め、パラマウントがこの作品の劇場公開を見送り、パラマウントプラスでの配信に直接移行すると決定したことで、アバターのファンは激怒した。このキャンペーンは急速に拡散し、短期間で1万8000件以上の署名を集めた。ね、署名が始まったと。ということでね、こちらのアバターなんですが、このようにですね、これまでもたびたび炎上しておりまして、非常にね、僕らよく言うんですが、気の悪い作品なんですね。そういうのってあるでしょう。まさにね、実写版白雪姫がそれでしたが、あれはね、制作の割と初期の時点で、スタジオ火災にあってるんですよね。で、あの時にもうすでに、この作品を作るなと言ってるんだと言われていたんですよ。で、その後もね、主に大使が原因で、ずっと炎上してたでしょ。あそこまでとは言いませんが、ほんとね、これまでもたびたび炎上している作品と、こういうわけだったんです。
ですね。そしてさらにとどめとなったのが今回の事件でした。4月13日から14日にかけて、アバターのフル版が複数、Twitter 上で拡散されており、これは近年のハリウッドでも特に注目度の高いリークの一つとなっている。また、DMCA による削除要請が相次いでおり、これらのクリップや映像が本物である可能性を示唆している。ということで、ちょっとね、ここではフル版というように言っているようですが、よくよく調べてみますと、だいたいね、2分から3分の動画がリークされたということのようですね。で、現状ね、ちょっとこれだけでは終わっていないんで、詳しく見ていきますと、まずね、この人です、これ。そもそもの起点となったのがこのアカウントなんですね。この人がリークしたと。そしてこんなこと言ってるんですね。ニコロデオンがうっかりアバターの映画を丸ごとメールで送ってきたんだ。ということで、わかります？言ってることが、エヴァンゲリオン事件まんまというね。この場合はね、DMCA の通知により送られてきたというわけではないですよ。ちょっとね、順番を前後しているんですが、ニコロデオンからメールでね、この映画のデータが送られてきたと言ってるんですよ、この人。そしてその一部をここで公開しているんですね。で、この当初はですね、これ、さすがに本物じゃないよね。だって10月に公開予定の映画ですよ。配信直行と言われているようですが、ね、2021年に立ち上げられたスタジオによる処女作です。みんなね、そんなわけないだろうと思ったわけですよ。ものすごい手の込んだファンメイドだろうと、このように言われていたんですが、その後ですね、はい、こちらね、見ていただくとわかりますが、このメディアは、著作権者からの申し立てにより無効になりましたということで、これによりですね、この動画というのは、本物であったということが証明されてしまうんですね。で、どうやらこの本編がね、丸々送られてきたので、それを証明するためにここで数分リークしたと。こういうことを言っているようですね。X のあるユーザーが、ニコロデオンが誤って映画のフル版をメールで送ってきたと主張。今日、その作品のものとみられる2つのシーンを投稿したことで、火、水、土、風を操るおなじみのメンバーのファンを騒然とさせた。もしこれが本物であれば、近年でもかなり大規模なリークの一つとなる可能性がある。ということで、これを受けましてですね、こちらね、この作品のクリエイターの方ですね、このようにポストしておりまして、私たちはこの映画に何年も取り組んできましたし、その努力の成果を映画館で祝えると期待していました。それがこんな風に経緯もなく映画がリークされて、私たちの作品が Twitter でキャンディーみたいにばらまかれているのを見るなんて、映画を劇場公開から外したパラマウントのひどい決断を理由に、リークを正当化する人たちを見るのは好きじゃありません。パラマウントプラスにお金を払いたくない、あるいは支持したくないという気持ちは十分に理解できます。しかし、公開後に映画を海賊版で見る方が、少なくとも今回よりはまだマシだったでしょう。これはアーティストたちが注いだ全ての努力に対し、あまりにも無礼ですということで、このね、リプにもここにいますが、あなたが見ている反応は元の声優たちが人種を理由に解雇されたことが原因です。映画の制作者たちは自分たちが蒔いた種を刈り取っているだけなんです。あなたやチームに影響が出ているのは気の毒ですが、元の声優を解雇する決定に抗議することもできたはずです。というような形でですね、今回のこのリークに関しては、声優変更が原因で、気の毒ではあるけど当然の報いだよねと、こんなことまで言われてるんですね。これもすごい話だなと思いますが、こちらね、5000件いいねついてますが、それはそれ、これはこれでしょと思ってしまいますけどね、もうアニメ作るのどれだけ大変だと思ってんだっていうね。だから先ほど見ましたこのね、声優の件と、まさにね、この投稿主の方が言っておりますが、そのパラマウントが映画館で上映しないという決定をしたという件、これはですね、現在も非常に後を引いているというのがここからもわかるんじゃないかなと思います。ということでね、この方も言っている通り、今回リークされた動画というのはやっぱりね、本物だったんですね。でね、この話、これだけじゃ終わらないんですよ。ここからがすごいんですが、先ほどのこの人物いるでしょ。この他にもね、こんな投稿してまして、もしパラマウントが数日以内に予告編を公開しないなら、ペグルデラックスのプレイと一緒に、これゲームのことですね。このゲームプレイと一緒に、この映画をライブ配信するよと。いうことでですね、なんとあろうことか、ちょっと公開してしまいました。すみませんじゃないんですよ。現在ですね、この人物、パラマウントを脅迫してるんですね。やばいでしょ。でね、ちょっとこのアカウント、本当にね、どうかしておりまして、見てください、これ。2015年に作られたアカウントですよ。今回この件のために、新たに作られたステアカじゃありません。で、どうやらですね、この人はシンガポールにいるようだということで、やばいでしょ。これ無敵の人ですよ。で、ここプロフにね、何も悪いことはしてないというように書いています。頼むからやめてくれ。この作品に関わった人たちは本当に一生懸命やってきたんだし、今後もっとアバターの作品を見たいなら、この映画はち
ちゃんと成功する必要があるんだ。勘弁してくれよ。あの映画に関わったアーティストたちはみんな本当に頑張ってるんだし、それは違うだろう。せめてやるなら、ファンメイドのティザー程度にしておけ。映画を配信するのはやめてくれ。これは数十億ドル規模の企業に対する脅迫だろ。マジで笑えるわ。ね、身の程知らずにも程があると。やめろ本当に。リークなんてかっこよくないし、もし本当に偶然それを受け取って、パラマウントに劇場公開を促そうとするならまだしも、リークするのはアニメーターたちの仕事の価値を下げることになるんだ。はい、ということで本日はですね、今年10月にリリースを予定しております、アバター伝説の少年ガンの新作映画。この一部が X 上に流出しまして、この犯人は自身の要求を聞かなければ、その全編をライブ配信すると脅している。という話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか？いや、すごい話でしょ。またね、これに関しましては、何かしらの続報があるような気がしますので、その時改めてね、またお伝えしますね。いやー、それにしてもですね、このアバター、どれだけ災難が続けば気が済むんでしょうか？もう炎上に次ぐ炎上、そして最終的には、それが全部リークされるというね。新たにね、スタジオを立ち上げて以来ね、この作品に携わってきた人にとってみたら、もうほんとね、身を切られるような思いなんじゃないかなと思いますが、現在これね、ハリウッド市場でも、最悪クラスの漏洩になるんじゃないかと言われているようですね。皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか？ということで本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた通勤通学中にお会いしましょう。